ゆっくり解説。21世紀に輝く世界の映画男優ベスト10。ねえマリサ、21世紀の映画界って本当に華やかよね。すごい俳優さんがたくさんいて、誰が一番かなんて考えたことなかったわ。だろ？だから今回は私の独断と偏見でランキングを作ってみたぜ。題して、21世紀に輝く世界の映画男優ベスト10だ。わあ、面白そう。でも、どういう基準で選んだの？やっぱり興行収入とか、賞をたくさん取った人とか？それも加味してるが、今回は特に演技力、カリスマ性、そして映画史への影響力を重視してみたんだ。だから、ただの人気投票とは一味違う、骨太なランキングになってるはずだぜ。なるほど、演技力に影響力か。それはすごく本格的ね。一体どんな俳優さんが選ばれているのか、すっごく楽しみになってきたわ。第10位、ロバート・ダウニー・ジュニア、アメリカ。いよいよ第10位の発表だね。マリサ、誰が選ばれたんだろう？第10位は、ロバート・ダウニー・ジュニアだぜ。彼の復活劇と、21世紀の映画界に与えた影響は計り知れないなのぜ。ロバート・ダウニー・ジュニアさん、やっぱりアイアンマンのイメージが強いけど、どうして彼が10位なの？ああ、まさにその通りだぜ。彼の最大の功績は、2008年公開のアイアンマンで、トニー・スタークを演じ、マーベル・シネマティック・ユニバース、MCU の立役者となったことだ。彼が作り上げた人間味あふれるアイアンマンは、世界中で観客を熱狂させ、MCU の巨大な成功に不可欠な存在だったんだぜ。MCU の成功って、本当にすごかったもんね。彼がいたからこそ、ここまで大きくなったんだ。そうだぜ。彼は薬物問題で低迷したが、見事に乗り越え、アイアンマンで華麗なカムバックを果たしたんだ。この波乱万丈な人生経験が、トニー・スタークに深みを与え、彼自身のカリスマ性を高めたんだぜ。彼の演技は、単なるヒーロー像に収まらない、弱さも強さも併せ持つ人間としての魅力を引き出したんだ。なるほど。彼の人生そのものが、役柄に深みを与えてたんだね。さらに彼は、シャーロック・ホームズシリーズでも、型破りなホームズ像を確立し、大ヒットさせた。ロバート・ダウニー・ジュニアは、役者としての才能に加え、その生き様が多くの人々に影響を与え、21世紀の映画史にその名を深く刻んだのぜ。第9位、マット・デイモン、アメリカ。さあ、続いて第9位の発表だぜ。第9位は、脚本も書ける知性派アクションスター、主演から助演まで完璧にこなし、ハリウッドの監督たちから絶大な信頼を寄せられる名優、マット・デイモンだ。マット・デイモン。ボーンシリーズのジェイソン・ボーン役がすごく印象的よね。あのキレッキレのアクションは本当にかっこよかったわ。彼が9位なのね。その通り、彼を9位に選んだ最大の理由は、まさにその、ボーンシリーズで、21世紀のスパイアクション映画に革命を起こしたことだ。トム・クルーズのミッション・インポッシブルが、派手なガジェットやスタントで見せるのとは対照的に、ボーンシリーズは、リアルで泥臭い格闘術と、記憶を失ったスパイの苦悩というシリアスなドラマを融合させた。この新しいスパイ像は、後の多くの作品に影響を与えたんだぜ。なるほど。確かに、ボーンシリーズって、ただのアクション映画じゃない。ヒリヒリするような緊張感があったわ。彼自身が脚本家でもあるから、キャラクターの心情を深く理解して演じられるのかしら？鋭いなレイム。まさにその通りだぜ。彼は親友のベン・アフレックと一緒に書いた、グッドウィル・ハンティングでアカデミー脚本賞を受賞したほどの才能の持ち主なんだ。その知性と脚本家としての視点が、彼の演技に深みを与えているのは間違いない。さらに、彼のすごいところは役の幅広さだ。オーシャンズシリーズでは少しお調子者の役をこなし、ディパーテッドではレオナルド・ディカプリオと渡り合って警察に潜入するマフィアを演じた。言われてみれば、全然違う役柄をこなしているわね。特に火星に一人取り残されちゃうオデッセイは、ほとんど一人で演じていたのに、全然飽きさせないどころか、すごく引きつけられたわ。そうなんだよ。あの作品でアカデミー主演男優賞にノミネートされたのも納得だよな。主演を張れるスター性と、
どんな役にも染まることができる確かな演技力。そしてスキャンダルが少なく真面目な人柄で、多くの名監督から愛されている。21世紀を代表するシリーズを持ちながら、様々なジャンルの映画で輝きを放ち続ける。その安定感と信頼感こそ、彼がランクインした理由なんだぜ。第8位、クリスチャン・ベール、イギリス、アメリカ。さあ、どんどん行くぜ。第8位にランクインしたのは、役に魂どころか肉体の全てを捧げる男。ハリウッド随一の憑依型カメレオン俳優、クリスチャン・ベールだ。クリスチャン・ベール。ダークナイトのバットマン役ですごく有名よね。彼の役作りがとてつもないっていう噂はよく聞くけど、具体的にはどんな感じなの？彼の役作りは、すごいなんて言葉じゃ生ぬるい。まさに狂気の領域なんだぜ。彼が8位にランクインした最大の理由は、その常軌を逸した徹底的な肉体改造と、それによって生み出される圧倒的な演技の説得力にある。彼は文字通り、役に合わせて自分の体を粘土のように作り変えてしまうんだ。粘土って、そんなにすごいの？なんだかちょっと怖いくらいだわ。ああ、聞いたら引くレベルだぜ。例えば、2004年の映画、マシニスト。不眠症の機械工を演じるために、なんと約30キロも減量した。当時の彼の食事は、1日にリンゴ1個とツナ缶1つだけだったという伝説が残ってる。スクリーンに映る痩せこけた姿は、もはや演技とは思えないリアリティだった。へえ、30キロも。そんなことしたら命に関わるじゃない。考えただけでも恐ろしいわ。だが、彼の本当の恐ろしさはここからだ。そのわずか数ヶ月後、今度は、バットマンビギンズの撮影のために、半年で45キロも体重を増やして、屈強なヒーローの肉体を作り上げたんだ。骨と皮の状態から、ムキムキのヒーローへ。この振り幅はもはや人間技じゃない。さらに、2010年のザ・ファイターでは、薬物中毒の元ボクサーを演じるためにまた激しい減量を行い、見事にアカデミー助演男優賞を受賞したんだぜ。すごい。すごすぎるわ。彼が演じたダークナイト3部作のバットマンに深みがあったのも、そういう彼の姿勢があったからなのね。その通りだ。ノーラン監督の重厚な世界観の中で、ヒーローの光と人間の闇を見事に体現してみせた。観客に忘れがたい印象を刻み込む。その狂気じみた役への探求心こそ、彼が唯一無二の俳優である証拠。これが第8位にランクインした理由なんだぜ。第7位、ブラッド・ピット、アメリカ。さあ、ランキングもいよいよ佳境に入ってきたぜ。第7位は、この人だ。20世紀末からトップを走り続け、21世紀に入ってなお輝きを増す、正真正銘のハリウッドのキング、ブラッド・ピットだ。ブラピ。彼の名前を聞くだけで、なんだか画面が華やかになるわよね。オーシャンズシリーズのラスティも好きだし、セブンみたいなシリアスな役も印象的だわ。彼が7位なのね。ああ、彼が7位にランクインした理由は、単にスターとしての華やかさだけじゃない。21世紀に入ってから、アイドル的な人気を完全に乗り越え、深みのある演技派俳優へと進化を遂げたこと。そして、俳優としてだけでなく、プロデューサーとしても映画界に多大な貢献をしている。その2つの側面を高く評価したからなんだぜ。プロデューサーとしても？それは知らなかったわ。俳優としての進化っていうと、具体的にはどんな作品があるの？いい質問だぜ。例えば、2008年のベンジャミン・バトン数奇な人生だ。この映画で彼は、老人から生まれ、徐々に若返っていくという非常に難しい役を、特殊メイクを駆使しながら見事に演じ切った。人間の内面の変化を繊細に表現して、アカデミー主演男優賞にノミネートされたんだ。そして極めつけは、2019年の Once Upon a Time in Hollywood だな。この作品でのひょうひょうとしていながらも頼りになるスタントマン役で、ついに悲願のアカデミー助演男優賞を受賞したんだぜ。なるほど。若い頃のイメージも素敵だけど、年齢を重ねたからこそ出せる魅力っていうのがあるのね。それで、さっき言ってたプロデューサーとしては、どんなことをしているの？彼が設立したプラン B エンターテインメントという制作会社が、とんでもなくすごいんだ。
ディパーテッドや、作品賞を受賞した、それでも夜は明ける。そして、ムーンライトといった、映画史に残る傑作を次々と世に送り出している。つまり彼は、自分がスクリーンに出るだけでなく、優れた作品を世に出すための審美眼も持っているということだ。スクリーンに登場するだけで空気を一変させるスター性と、円熟味を増した確かな演技力、そして映画制作者としての非凡な才能。この三位一体こそが、彼をキングたらしめる理由なんだぜ。第6位、トム・クルーズ、アメリカ。トップ5が見えてきたぜ。第6位は、ハリウッド史上、最も体を張る男。CG スタントを真っ向から否定し、自らの肉体で観客の度肝を抜く、永遠のアクションスター、トム・クルーズだ。トム・クルーズ、待ってました。ミッション・インポッシブルのイーサン・ハントよね。毎回、ありえないスタントに挑戦していて、見てるこっちがヒヤヒヤしちゃうわ。彼が6位なのね。ああ、彼が6位である最大の理由は、その、狂気とも言えるリアルアクションへの執念だぜ。CG 技術が全盛のこの時代に、彼はあえて本物にこだわり続ける。その命がけの姿勢が、他の誰にも真似できない圧倒的なスペクタクルを生み出し、観客を映画館に呼び戻す力を持っているからなんだ。確かに彼の映画は、大きなスクリーンで見たくなるわよね。本当に彼自身がやってるんだって思うと、迫力が全然違うもの。だろ？ミッションインポッシブルでは、超高層ビルの壁を駆け上り、離陸する軍用機にしがみつく。骨折なんて日常茶飯事だ。普通の俳優ならスタントマンに任せるシーンを、彼はその方が観客が興奮するの一言で全部自分でやってのけるんだ。すごい、俳優っていうか、もはや超人ね。彼の映画作りに対する情熱は本当に計り知れないわ。その情熱が爆発したのが、2022年のトップガンマーヴェリックだ。コロナ禍で映画業界が苦しむ中、彼はこの映画は絶対に劇場でと公開を待ち続けた。俳優たちを本物の戦闘機に乗せて撮影し、G で歪む本物の表情をスクリーンに焼き付けたんだ。結果、世界中で歴史的な大ヒットとなり、映画館の救世主とまで言われたんだぜ。あの映画は本当にすごかったわ。自分が飛んでいるかのような没入感だった。CG では再現できない本物の映像体験と、映画への揺るぎない愛。60歳を超えてなおトップを走り続けるその姿は伝説だ。観客に最高の体験を届けたいという純粋な情熱こそ、彼がランクインした理由なんだぜ。第5位、ヒュージャックマン、オーストラリア。第5位は、荒々しい野生と、紳士的な気品を兼ね備えた男。ハリウッドで最もマルチな才能を持つ俳優の一人、オーストラリアの司法、ヒュージャックマンだ。ヒュージャックマン。やっぱり、X メンシリーズのウルヴァリンよね。あの野生味あふれる姿は最高にクールだったわ。でも、彼って歌って踊れるミュージカルスターでもあるのよね。すごいわ。その通り、彼が5位にランクインした理由は、コミックヒーロー映画の歴史に名を刻んだウルヴァリン役を17年も演じ切った功績と、それとは正反対の、舞台で鍛えた圧巻の歌とダンスで魅了するミュージカルスターとしての実績。この二刀流こそが彼の凄さなんだぜ。ウルヴァリンのイメージが強烈だから、ミュージカルスターとしての実力って、改めて聞くとどれくらいすごいの？彼のミュージカルの実力は本物だ。演劇界の最高峰トニー賞で主演男優賞を受賞している。その実力が示されたのが映画、レ・ミゼラブル。撮影現場で実際に歌いながら演じる難役に挑み、アカデミー主演男優賞にノミネートされたんだ。そして、グレイテストショーマンでは、彼の魅力が爆発し世界的な大ヒットを記録した。すごい、ウルヴァリンを演じながら、そんな華やかな世界でもトップだったのね。ワイルドなアクションヒーローと、歌って踊るショーマン、両方を完璧にこなすなんて信じられないわ。だろ？一つの役に縛られず、むしろその役と共に成長し深みを与えた。その一方で全く異なるジャンルでも最高のパフォーマンスを見せる。屈強なヒーローと華麗なエンターテイナー。この両極端な才能で観客を魅了し続ける姿勢こそ、彼が第5位にランクインした理由なんだぜ。第4位、ジョニー・デップ、アメリカ。
第4位の発表だぜ。この男を置いて21世紀の映画は語れない。ハリウッドで最も独創的で、最も予測不可能なカメレオン俳優、ジョニー・デップだ。ジョニー・デップ、やっぱり来たわね。パイレーツ・オブ・カリビアンのジャック・スパローは、本当に衝撃的だったわ。彼以外には絶対に演じられないキャラクターよね。まさにその通りだぜ。彼が4位にランクインした最大の理由は、その誰にも真似できない唯一無二の個性と、脚本の行間を読み取り、我々の想像をはるかに超える魅力的なキャラクターを想像する。その天才的なクリエイティビティにある。彼はもはや俳優というより、キャラクタークリエイターなんだ。キャラクタークリエイターか。ジャック・スパローって、彼が作り上げた部分が大きいって聞いたことがあるわ。ああ、今でこそ世界一有名な海賊だが、当初、彼の千鳥足で酔っ払いのような演技は、ディズニーのお偉いさんたちを映画を台無しにする気か、と大混乱させたらしい。だが、彼は自分の解釈を貫き通し、結果、世界中を虜にする超人気キャラクターを生み出し、アカデミー主演男優賞にもノミネートされたんだ。彼の感性がなければ、あのシリーズの成功はなかったろうな。すごい話ね。自分のセンスを信じて周りを説得しちゃうなんて。ティム・バートン監督の映画でも、いつも奇妙で魅力的な役を演じているわよね。チャーリーとチョコレート工場とか。そうなんだ。ティム・バートンとのタッグでは、彼の変人ぶりが最大限に発揮される。チャーリーとチョコレート工場のウィリー・ウォンカも、ただの奇人じゃない。どこか子供のような純粋さや、悲しい過去を背負った影を感じさせる。彼が演じると、どんなに風変わりなキャラクターでも、人間的な深みが生まれるんだ。確かに、ただ変なだけじゃなくて、なんだか切なくなったり、引きつけられたりするのよね。そういうことだ。ハンサム俳優の枠に収まらず、リスクを恐れずに、誰も見たことのないキャラクターを生み出し続ける。その強烈な個性と芸術性こそが、彼を唯一無二の存在たらしめている。これこそが、彼が第4位にランクインした理由なんだぜ。第3位、デンゼル・ワシントン、アメリカ。いよいよトップ3の発表だ。第3位に輝いたのは、その存在自体がもはや重厚。スクリーンに知性とカリスマ、そして人間の尊厳を刻み込む、現代最高のリビングレジェンド、デンゼル・ワシントンだ。デンゼル・ワシントン、彼の映画って、どれもずしんと心に残る作品ばかりよね。トレーニングデイの悪徳警官役は本当に衝撃的だったわ。怖いのに、なぜか引きつけられる魅力があって。その通りだぜ。彼がトップ3である理由は、まさにその圧倒的な存在感と、どんな役柄であろうと、その人物の内に秘めた正義や葛藤、そして人間としての尊厳を見る者に問いかける、その卓越した演技力にあるんだ。彼の演技はもはや芸術の域に達している。芸術の域、確かに彼のセリフの一つ一つには、すごい重みと説得力があるわよね。悪役でさえも、彼の哲学が感じられるというか。そうだろ。21世紀の幕開けを飾ったトレーニングデイで、彼はそれまでの善人のイメージを覆す非道な悪徳警官を演じ、見事アカデミー主演男優賞に輝いた。ただの悪じゃない、彼なりの正義を持つ危険なカリスマを体現し、世界中を震撼させたんだ。さらに、フライトでは英雄とアルコール依存症という二面性を持つパイロット。フェンスでは夢破れた不器用な父親の苦悩を演じ、立て続けにアカデミー賞にノミネートされている。すごいわ。どの役も、光と影を抱えた複雑な人間を見事に演じているのね。単純なヒーローや悪役じゃないところが、彼の魅力なのね。その通りだ。彼の演じるキャラクターは、我々に社会とは何か、正義とは何か、そして人間はどう生きるべきかという、普遍的なテーマを突きつけてくる。スクリーンに映るだけで作品の格を数段引き上げる知性とカリスマ。現代最高の俳優と呼ぶにふさわしい。これが彼がトップ3にランクインした理由なんだぜ。第2位、ダニエル・デイ・ルイス、イギリス。ついに来たぜ、第2位。この順位に、この人以外の名はありえない。アカデミー主演男優賞を史上最多の3度受賞。出演するすべての作品を伝説に変える、
もはや生ける伝説そのもの。俳優、ダニエル・デイ・ルイスだ。ダニエル・デイ・ルイス。彼が2位なのね。なんだか納得だわ。彼の映画って、作品数は少ないけど、一度見たら忘れられないものばかり。演技っていうか、もうその人自身にしか見えないのよね。その通りだ。彼がに至るゆえん、それは憑依型なんて言葉では生ぬるい。役と一体化するために全てを捧げる。その狂気的なまでの役作りへの姿勢だ。彼は数年に一度しかスクリーンに現れない。だが、一度役を受ければ、その役として生き始める。我々が見ているのは演技ではなく、その役の人生そのものなんだぜ。その役として生きる。具体的には、一体どんなことをしているの？彼の伝説は数知れないが、21世紀で言えば、まず2012年のリンカーンだ。アメリカで最も尊敬されるリンカーン大統領を演じるにあたり、イギリス人の彼は、撮影が始まる1年前からリンカーンの声で話し、リンカーンとして生活した。撮影中、共演者やスタッフは彼を大統領閣下と呼び、携帯メールの署名も A に変えていた。その結果、史上初となる3度目のアカデミー主演男優賞を受賞したんだ。へえ、1年もリンカーンとして生きていたの。想像を絶するわ。そこまでしないと、あの説得力は出せないということなのね。他の作品でもそうなの？もちろんだ。2017年の引退作、ファントムスレッドでは、伝説の仕立て屋を演じるために、ニューヨークのバレエ団で1年間裁縫を学び、寸分違わずドレスを仕立てられる技術を習得した。彼は、その役の技術と魂の両方を、完全に自分の中に宿すんだ。だからこそ、彼の出演作は、単なる映画ではなく、一つの芸術作品として歴史に残る。その俳優としての生き様、そのものが伝説なんだぜ。第1位、レオナルド・ディカプリオ、アメリカ。長かったランキングも、ついにこの時を迎えたぜ。栄光の第1位は、この男を置いて他にいない。21世紀、最も映画界に愛され、最も映画界を牽引し、そして最も観客の期待に応え続けた俳優、キングオブハリウッド、レオナルド・ディカプリオだ。じゃあ、やっぱり彼しかいないわよね。タイタニックで世界中を虜にした美少年が、今やハリウッドの頂点に君臨する本物の王様よ。誰もが納得の第一位だわ。ああ、彼が21世紀最高の俳優である理由は、ただ一つ、アイドルスターという宿命を自らの力で乗り越え、マーティン・スコセッシをはじめとする伝説的な監督たちに指名され続け、工業的成功と批評的評価という、俳優が求める全てを最高レベルで両立させた。まさに完璧な映画スターだからだ。完璧な映画スター。確かに、彼が主演の映画って、面白くないわけがないっていう絶大な信頼感があるものね。スコセッシ監督とのタッグは特にすごかったわ。まさしく、21世紀の彼の伝説はスコセッシとの出会いから始まった。ギャング・オブ・ニューヨーク、アビエーター、ディパーテッド、シャッターアイランド、ウルフ・オブ・ウォール・ストリート。このコンビは、映画史に残る傑作を次々と生み出したんだ。彼は甘いマスクに頼ることなく、精神的に追い詰められ、破滅していく難役ばかりを選び、その演技力で見事に観客を納得させた。そして、忘れられないのが、世界中が固唾を飲んで見守ったアカデミー賞よね。レベナントで、ついに主演男優賞を受賞した時は、私まで泣いちゃったわ。あの受賞は、彼の俳優人生の集大成だったな。極寒の雪山で、凍った川に入り、本物のバイソンの生肉にかじりつく。その危機迫る役作りは、彼の映画への執念そのものだ。さらに、彼は環境問題にも熱心で、自身の知名度を使って地球の未来を訴え続けている。演技だけじゃなくて、世界を良くしようと行動しているのね。本当にすごいわ。そうだ。人気、実力、作品選びのセンス、そして社会への影響力。俳優という枠を超え、映画界のアイコンとして君臨し続ける存在。21世紀の映画史は、彼の挑戦の歴史そのものだ。これこそが、レオナルド・ディカプリオが頂点に立つ、揺るぎない理由なんだぜ。総評、まとめ。いやー、本当に見応えのあるランキングだったわ。こうして振り返ると、
ランクインした俳優たちは、みんな唯一無二の個性と、役にかける凄まじい情熱を持っている人たちばかりだったわね。その通りだぜ。21世紀は、過去の栄光や甘いマスクだけでは通用しない。常に新しい役に挑戦し、観客の想像を超えることで、自らの価値を証明し続けた。そんな本物の表現者たちこそが、時代に名を刻んだんだ。これからは、俳優たちがどんな思いでその役に挑んでいるのか、考えながら映画を見ると、もっと深く楽しめそうだわ。ああ、最高の俳優たちが作る、最高の映画をこれからも楽しんでいこうぜ。というわけで、今回のランキングはここまでだ。ご視聴ありがとうな。最後までご視聴いただきありがとうございました。これからも役立つ情報をお届けいたしますので、チャンネル登録と高評価をよろしくお願いします。コメント欄でご意見や質問もお待ちしています。それではまた次回お会いしましょう。バイバイ。今日も一日良い日で、またね。